ちはトラベルライターのゆりえです。今回はエルパト動画のハワイ編をお届けしたいと思います。多分ハワイのエルパト動画で押すのって3個目だと思うんですけれど、今回の動画で、お話しするのは実はやっと手に入ったバッグがあるので、それのご紹介と、前回の動画から多分1年以上経ってると思うんですけれど、どんなやり取りがあったかだったりとか、実はねちょっとやっぱり1年かかったので途中でねちょっと不安になったりだったりとか、なんかそんな時期も実はありました。今回ずっと待っていたバッグを購入するにあたってのこのエピソードだったりとか、ストーリーとして私の一経験談としてシェアできればなと思っています。毎回エルパトの動画で前提としてお話ししてるんですけれど、基本的に在庫状況だったりとか、同じ国だったとしても店舗ごとにルールが違ったりとか言われることが変わることもあるので、あくまでも私の体験談として参考程度に聞いていただければなというふうに思っています。私は今アメリカに住んでるので、ちょっとね買い方が多分日本から遊びに行く人だったりとか買い方が違うのかなと思って、そこだけ少しお話ししておきます。大体ね日本から旅行行く方ってその滞在中の中であるものから担当の SA さんなりその出会った SA さんからオファーが来るっていう形になってると思うんですけれど、私の場合は旅行中に完結しないやり方になっていて、ちょっとこれ変わってるんですけれど、今回別で買ったものも少しご紹介するんですけれど、それは次のバッグに対する、課金っていう感じですね。今回のバッグを買うにあたって一緒にお買い物したものは1個前の動画でご紹介しているものがこのバッグに対する課金っていう感じになるので、そこだけ先に説明しておきます。というわけでそっちの動画はここに出しておくんですけど、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ということで早速なんですけれど、今回は実は隣にあるのでサイズで分かっちゃうと思うんですけど、ミニケリーが私の元にやってきました。少しだけここの購入に至るまでのエピソードをお話ししようかなと思うんですけれど、話を戻すと1年以上前ですね。1個前のワークバッグ、バーキンの25ノンアル、これ一番最近使ってるバッグなんですけど、ハワイの店舗で購入しました。それが1年前の4月かな。毎年7月とか8月夏にハワイ行くのってもう毎年恒例で決まってるので、その後も1回ハワイに行ってちょっと追加でお買い物したりだったりとかもしました。でその時これどうかなっていうオファー入れれるかもしれないっていう可能性があるよっていうお話だったんですけど、私が欲しかったスペックとはちょっと違った、レザーの種類がエキゾチックだったので、私はその時はお断りしました。でそれが1回目のオファーですね。そこからね当分1年ぐらいハワイに行く機会はなかったので、カリフォルニアからだとバッグ以外のアイテムだと、例えばシューズだったりとかシルクのアイテムだったりとか、在庫があれば送ってもらうことができるんですね。新しく入ったものだったりとか、これ新作出たやつありますかみたいな感じで連絡は時々取って、少しずつ送ってもらうみたいな感じで過ごしてました。1年間ずっと放置してたわけではなくて、何回かね、最近バッグどうですかみたいな感じの確認は何回かしてます。やっぱりねちょっとこうタイミングが合わなかったりとか、私には回ってこなかったっていう感じですね。そう、去年の9月にこれもちょっと別の動画を出してるんですけど、韓国で完全一元で行って実はミニケリーを変えていて、そこでちょっと一瞬満足しちゃったんですね、私の中では。ミニケリー欲はちょっとそこで一旦落ち着きました。とりあえずその今ミニケリーがあるのでそれを使いたいなという気持ちもあったし、でも、そこで変えた時点で一回ハワイの担当の SA さんには連絡をしました。でなぜかというと、私がリクエストしてたカラーが被ってたので、韓国で購入したミニケリーが完全にベーシックカラーだったんですね。それがもし被って連絡来ちゃうと SA さんからしても二度手間になってしまうので、私の場合ですけど、韓国で変えた後に普通にテキストで連絡しました。実は韓国で欲しかったスペックベーシックカラーのミニケリーが買えたのでリクエスト出してるものの色から外してほしいっていう話は、ご連絡はしました。
でこういうのって結構聞かれるんですけど、1カ国で担当さんがいて、で他のそこでリクエストをしてるとして、他の国でもエルパトしてると変えたりとかしちゃいますよね。でそういう時って言わないようにしてますかとか、あと隠してますかっていう風に聞かれるんですけど、私ね全部言っちゃってるんですよね。正解は正直わからないです。なんだけど私は今まで日本の担当の SA さんにも海外で買えたものもこれ海外で買ったっていうことも普通に言ってるし、あと私の場合はもうこう YouTube やっちゃってるので分かりますよね、多分ね、見てたらね。であと SNS もインスタも多分つながってた、私はフォローしてないですけど向こうは見てたっていう話だったので、私が買ったものは多分おそらく向こうは把握してると思うので、別に隠す必要もないかなと思って、私は普通に別の国で購入したものであったら正直に言ってました。じゃないとね、やっぱ色かぶっちゃうと嫌なので、それで、第一希望白っていうのは変わらず、韓国で買ったカラー以外のベーシックカラーが第二希望っていう感じで希望を出してました。連絡が来ました、急に。特にね、何かを買った直後とかでもなく、本当にポンと連絡が来まして、忘れた頃にこういうのってやってくるんですよね。それが1年ぐらいかな経ってからだったので、取りに行ったっていう感じなんですけれど、話が長くなってしまったんですが開封していきたいと思います。今回のミニペリーはノワールでした。なんか前回も同じ絵面になっちゃうんですけど、中にストラップが入っていて、よいしょ、こんな感じになってます。ストラップなしでこうイブニングバッグみたいに使うのも可愛いと思いますし、かけてみるとこれぐらいの長さかな、こんな感じになっております。よいしょ。ミニケリーのノワールのシルバー金具、レザーはエプソンのレザーになってます。はい。他にもね少しだけ買ったものがあるんですけれど、特に気に入ってるものだけご紹介できればなというふうに思っています。1個だけもうすでにハワイの購入品動画でサンダルを紹介してるんですけど、それもすごい可愛くて、かなり今年ガシガシ履いちゃってるので結構おすすめです。あれはこれもうすでに開けちゃってるのでリボンがないんですけど、これねこの間のなんかジュエリーの紹介のリールかな、インスタのリールでもちょっと出てきたと思うんですけど、ファランドールのピアスピンクゴールドです。ピアス3つ開いてるんですけど、大ぶりのピアスする時に1個余るから、なんかこうちっちゃいピアス欲しいなっていう風に思っていて、いつもはこう一粒ダイヤのピアスだったりとか、つけてるんですけど、たまにはねちょっとモチーフあるやつも可愛いかなと思ったので買ってみました。これすごい使いやすいです。シンプルですし、多分オフィスとかでも全然こう嫌味なく使えるようなアイテムなので、これねすごい買ってよかったなという風に思っています。あとねツイリーですごい可愛いのがあって、黒のバッグを買ったのもあって、こちらのツイリーを買いました。これなんか人気の柄らしくて、一緒に使っても可愛いし、これと合わせるのも可愛いかも。このモノクロのツイリーってちょっと珍しい気がして、こちらを購入しました。これがスカーフリングなんですけど、ずっとスカーフリングが欲しくて、これね多分ツイリーで一緒に使えるんだよなこれ、はい、こんな感じのスカーフリング、このツイリーを通して使うんだったはず。こんな感じになるのかな。ちょっと今日柄物着てるからあれですけど、ツイリーと合わせて使えるスカーフリングを買いました。これピンクゴールドですね。ハワイというか、アメリカのエルメスってそもそも定価が高いんですよね。去年2回関税の影響で値上げしてるのもあって結構高くなっていて、参考までに先ほど買ったアイテムとミニケリーの値段をお伝えしておくと、ハワイはね税率が 4.712% だそうです。ニューヨークだったりとかカリフォルニアは 10. 何%だったはずなので 5% ぐらい違います。
結構大きいお買い物をするとかなり額が変わるんじゃないかなというふうに思ってます。この間ね、そういえばカルティエにハワイで行った時にカリフォルニアから来てるって言ったら最近多いって言ってました。やっぱり本土から来て税率が違うからっていう理由でお買い物していく人がすごい多くて、そういう風に別の州でお買い物する方って多いのかなという風に思ってます。早速値段なんですけれど、分かりやすいのはまずツイリーかな。ツイリー今ね265ドルです。これにタックスがプラスですね。ピアスがね1825ドルで、このスカーフリングが、205ドルが税抜きで、このミニケリーが1万1400ドルが税抜き価格なので、だいたい160円計算で182万4000円ぐらいかな。でそこにタックスが入るので、タックスがかける 4.71 だいたい190万ぐらいになるのかな。日本の定価って今いくらなんだろう、ミニケリー。ちょっと後で調べてみるんですけど、確実に日本よりは定価高いと思います。ヨーロッパだったりとか韓国とかだと免税できたりするんですけど、免税ができないので、外国人であってもハワイの市内で買うよりも多分空港にも免税店、デューティーフリーの中にある店舗は免税価格なので、そこが一番安いとは思います。最初にちょっと話してたように第一希望が白のミニケリー。じゃあ今回なんで黒のオファーを受けたかというと、私の場合は白で絶対ゴールド金具がいいっていう、すごいなんて言うんだろう、かなり特定のこの色のこの金具ってなっちゃうと結構難易度が高くなってしまうので、1年ぐらいちょっと様子は見てたんですけど、やっぱりね多分ベーシックカラー使いやすいかなと思ったのと、ノワールのバーキンを買った時ってもちろんね素敵だなと思って買いましたし、定番のカラーだし使いやすいだろうなとは思っていたんですけど、私はなんかね当時はすごいやっぱりエトゥープで、エトゥープがなんかすごい好きだったんですね。で今もエトゥープ大好きなんですけど、バッグだけを見た印象と実際に使ってみた感想って全然実は違って、最初に買ったエトゥープのバーキン25ってもともと私の中でこういうコーデで合わせるみたいなのが多分自分の中で組まれてたので、すごいなんかしっくりきたし、なんて言うんだろうな、すんなり自分のコーデに取り入れることができたんですけど、ノワールのシルバー金具って私の中ではねしっくりこないって言ったら変な言い方なんですけど、なんかどう合わせていいかがちょっと最初分からなかったんですね。でも実際に去年買ってから使うようになってすごい使いやすい色だし、結局ね今年もそうだし去年も合わせると回数的には実はノワールシルバーのバーキン一番使っていて、あんなに大好きなエトゥープよりも使っているのはちょっと自分でも驚いていて、コーデの写真自分で見てると出てくる枚数がやっぱ多いんですよね。なのでかなりやっぱ使いやすい色だなっていうのは改めて感じています。実はなんかもうこれ後付けみたいになっちゃいますけど、ハワイの SA さんからご連絡いただく前にそろそろまた連絡してみようかなと思ったタイミングがあって、ハワイにね行く予定が決まってたりとかしたので、その話をちょっとするついでに今入れてるリクエストのちょっと優先順位を変えようかなっていう風に思っていたタイミングでした。でなんかほんと不思議で、そういう風にちょっと考えていたタイミングにポンと連絡が来たので、オファーをいただいた時に即答でぜひお願いしますという風にお返事をしました。 SA さんにも白が希望だったと思うんだけどっていう話をされたんですけど、いや実は最近ねその前回買ったノワールのシルバー金具のバッキンすごい使ってて使いやすいことを改めて感じたので、ちょっとね希望変えようかなっていうふうに思ってたんですっていう話を連絡いただいた時にしました。そんな感じだったので妥協して買ったっていう気持ちはあまりないです。第一希望だった白のミニケリーはもういらないのかというと、実はまだ探してます。前ほどなんだろうながっつり一撃課金して探すみたいな気持ちはあんまりないんですけど、機会があればどこかで買えたらなというふうに思ってます。ということで前回のハワイのエルパト動画からちょっと時間が空いてしまったんですけれど、無事購入できましたというご報告ができてよかったかなというふうに思っています。もう一つお伝えしておくと、私が毎回エルメスの動画でお話ししているように担当の SA さんがついているショップでのお買い物は特になんですけれど、課金額がこの額でしたっていうお話は避けるようにしています。その担当の SA さんとの関係値も関係してくると思うので、予想は多分つくとは思うんですけれど、この額でしたというお話は避けるようにしているので、ご質問いただいてもそこだけはちょっと答えることができないので、そこだけちょっとご了承いただけ
ければなというふうに思っています。私の YouTube チャンネルはもともとエルメスだけじゃなくて旅がメインのチャンネルなので、ハワイの Vlog っていうのがいっぱい出てます。今回の、先ほどちょっとお話しした購入品の動画も出てますし、前編と後編の、ハワイ Vlog も出てます。グルメのおすすめ集だったりとかも出してるので、ハワイ旅行気分も味わえる Vlog になってると思うので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ということで、ハワイのエルパト動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。